こんにちは。今日はシュガーバターパンを作っていきたいんですけど、焼く前にバターとお砂糖をかけて焼くタイプじゃなくて、今日ね、中に入れてシュガーバターをごめん、ちょっと何言ってるかわかる一応考えてきて喋ってるつもりやねんけどさ何言ってるか伝わった？中に入れていくタイプでやってまいりましょう。まずですね、お砂糖は今日はね、フィリングの中に使うお砂糖はグラニュー糖を入れて、ちょっとね溶けちゃうんだけど、ジャリジャリっていう感じにはならないんだけど、結構甘くなるようにしたいなと思って、今日はグラニュー糖でやっていこうかなと思いますね。で、型ですね、パウンド型、今日は18センチ、この長いところ、長いところが18センチのやつでやっていきます。で、高さが私のやつは8センチですけど、6センチ以上くらいあればなんかいい感じにできるかなと思いますね。では夏場の生地作りということで、まずね、お水を少しだけ少なめにしてみました。湿気がすごいからベタついてくるかなっていうので、ちょっと少なめで、イーストですね。これね、1袋 3g、 私はもう全部入れちゃうんですけど、2g ぐらいでもね、もう十分できると思うので、そこは加減してもろてなんだけど、なんかもうこのちょっと余って冷凍しとくのがちょっとめんどくさくて、いつもさパチンって挟む100均のやつで挟んで冷凍してんねんけど、あれがなんかすごいさ、棒が飛び出て冷凍庫の中でめんどくさいことになるっていうか、もうその話いらんなんかね、この時期やっぱ冷凍庫すごいね使うからね、なんかちょっとでもねスペースをごめん続けるわで、生地作りやっていきますね。材料を入れて、まずひとまとまりになるまで混ぜていきます。で、お水をねちょっと少なめにしたので、ちょっと硬くないっていう感じになるんですけど、これやっぱり最終的になんだかんだね、いい感じになってくるので、私はこれでよしとしていますね。で、これぐらいまできましたら、次手でこねていきます。手を洗ってきまして、バターですね、これをね中に入れていく感じで、なんかこうまとまってくるまでやるんですけど、途中なんかね、このプニプニっとした感じで全然混ざらへんやんっていうこの過程を経て、なんかねまとまってくる感じになるので、これが結構ね楽しいんですよね。で、このボールがつるっとしてくると思うんで、ここぐらいまで来たらよしとしまして、いいですね。で、整えて一回15分ぐらいですかね、待っていきます。で、今表面がちょっとボコボコっとしてると思うので、これをこの表面をボウルに叩きつけて中に入れる。で、ちょっと回して全体的にこのつるっとしていくまで叩いていきます。これなんかもうすぐつるっとするんで、こんな感じになったらよしとしまして、でまた整えまして、これでもう OK ですね。発酵させていくんですが、だいたい2倍くらい、だいたいでいいかなと思いますね。2倍くらいになるまで待っていきます。今日は冷房28度のお部屋で40分ぐらいですかね、待ちました。でね、次進む前にこれ一旦ちょっと横でも前でもいいけど置いといてもろて、フィリングに使うバターをちょっとね室温に戻しておきたいので、ごめんなさいね、この銀紙しわしわであれなんだけど、このメモリを目安に 20g 切りまして、でこのフィリングを今から作るぞっていう器に入れておいて、室温に戻しておきます。この段階で出しとけば作る時にいい感じになってるかなっていうので、ちょっとやっておきますね。で、
先ほどの生地を2分割します。で今日は型に入れてちょっとね成形したいので、計量して仕上がりが綺麗になるようにちょっと測ってきました。で丸めていきますね。でねちょっと置いていくんですけど、何分置くっていうよりかは一旦これもまたちょっと横に置いといて、その間にねいろいろ作業してる間に置いておくっていう感じ。わかる？わかるね。んでねまず型の準備をしますね。バターをしっかり塗っていきます。いいですね。で次ですね、フィリングもこの間に作っていきます。室温に戻らなかったバターをちゃうやんバターってさ、ほんまにさ溶けてほしくない時溶けるくせに、溶けてほしい時って溶けへんよないつもすぐ溶けるやんはい、いいですね。まずクリーム状にしまして、でですね、今日はもう本当にもう目分量というか自分の好きな量で全然よくて、グラニュー糖を加えていく。で私はねこのカレースプーン3杯分くらい入れます。すいません、何グラムか全然わかんないです。カレースプーン3杯ぐらい入れて、結構甘い感じにしますね。で大体混ざればもう全然よくて決してここには置かないっていうね、これをねさっき肩とか全然置いてたけどねなんかこれはあんまりここに置きたくなくてね、ちょっと端っこに。で美容系 YouTuber の見せ方で強力粉ですね。これもね適当で全然大丈夫。私はこのカレースプーン1杯分ぐらい入れて、粉を入れるとやっぱりちょっとこう固まってきて、フィリング塗る時に塗りやすい感じにすごくなるので、ちょっと入れますね。でこれで完成でございます。でこれも一旦横に置いときまして、でこの型の準備、そしてフィリングを作る間分だけ置いておきました生地ですね。ここから成形していきます。で今日はねちょっといろいろしたくて、まず25センチ ×15 センチでも目安ですね。だいたいそれくらいの長方形にまず伸ばしていきますね。で伸ばす時にねこっちの縦方向だけちょっと意識して、横15センチっていうことなんだけど、横に伸ばすことはあまり意識しなくて全然大丈夫で、とにかくこのまず楕円に縦に伸ばす感じですね。でこっち向きに今日はちょっと巻いていきたいので、この縦向きが長い方がちょっといろいろ都合がいいので、伸ばしましたらですね、次この角をちょっと伸ばす感じで長方形に整えていく。いいですね。 OKOK。 でここまで来ましたらフィリングの半分ですね、半分の量を塗っていきます。で結構ここね私ワイルドめに残してんねんけど、もっとねギリギリまでいってもいいかもしれんねんけど、この巻いた時にねなんかフィリングがこうずれてくるっていうの、なんかねこうはみ出してきたら怖いから結構大きめにね私はちょっとビビって開けておきますね。好きなように塗りましてですね、ここぐらいまで私は塗りました。で巻いていきます。いいですね。この時にねはみ出して閉じる時にねはみ出してるとちょっとね難しいので、よしここまでできましたら OK で2つやっておきました。でねこの後これをちょっと切っ
ていろいろしていきたいんですけど、ちょっとね柔らかくてベタっとして難しい気がするので、私は一回ね冷やしてきます。冬場とか、あとは行けそうな時は全然このまま次の工程行ってもろたらいいねんけど、ちょっとね暑くて私は難しそうなので、一旦ラップに包んで30分ですね冷蔵していきます。でしてきました。でですね、だいたい23センチとは言いますが、だいたいそれぐらいちょっと細長めにしまして、これぐらいにしまして、ここを残して切っていく。バブカってありますね、パンがね。その成形を今日はしていきたいので、でここをね軸にするというか、てっぺんにしまして、今からねじっていくんですが、この模様の部分が上を向くように整えまして、でねじっていきます。この模様がね、最終的に上に来るので、ちょっとそれを意識しながら最後閉じまして、一応ね私の中でこの3つぐらい線ができてたらいいかなっていう、4つ目はおまけぐらいの感じで。意味わかる？何でもいいねんけど目安ね。で上の軸になってた部分が中に行くように巻きまして、で結構ねこのねなんていうの、縦長になっちゃうというか、ロールケーキ切ったみたいになっちゃうから、もっと上手な人はねこうちょっとこう潰しながら丸くなるように成形してたりするんですけど、フィリングがね結構ベタベタするからあんまり触りたくなくて、私はちょっとこういう感じにしてみました。でこれをもう一個やりましたらこんな感じになりました。ちょっとね細長いよね。もうちょっとこう型に対してね丸く入ってたらいいんだろうなと思うんですけど、いいでしょ。でこれがふっくらするまでですねちょっと待っていきます。今日はね40分ぐらいで割とふっくらしましたね。でその間にオーブンを予熱しておきますね。ちょっとね、いやそうよね、ちょっと隙間空いてるよねこれがねすごいね上手な方がね海外の方で作られてたんだけど、すごい綺麗に型に収まっててね、いいでしょ。牛乳を塗りまして焼いていきます。ということで焼けました。かわいいね。なんかちょっとこのいびつな感じもするけど、かわいいかわいい、いいですね。でね、そう今日は中に入れるタイプのシュガーバターパン作ってみましたけど、このカリッと感と、あとちょっと見てほしいねんけど、そうこのねお砂糖とバターがちょっと溶けてはみ出してくる感じのこのじゅわっと感で、これがねすごいんですよ。中にもしっかりねシュガーバター入ってるんで、このしっとりした感じになってね。はい、ということで今日はシュガーバターパン作ってみました。この辺にしておきましょう。皆さん本当に暑い中ご視聴ありがとうございました。お相手はオーナードーナツでございました。また見てね。バイバーイ。